はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回はセイオーディオタイプ2だよ。最近のレビューモデルの価格からすると、今回は随分お高いのね。そうね。愛は最近あまりイヤホン買ってないから、予算はあるんだけど、4万超えたと、ちょっと手を出しにくいわね。それだけ音もいいってことだと思うんだけれど、ジャックさん、その辺どうなんですか？いろいろレビュー動画作ってて、なかなか聞く時間がなかったんだけど、ようやく聞いてみた第一印象としては、なんだこれは、もっと早く聞いときゃよかったって感じでさ、お高めモデルということももちろんあるんだろうけど、これはずっと聞いていられるってことで、時間のない中、1時間以上聞いてたわ。タイプ2の詳細情報は全く知らない状態で聞いたんで、急に興味が湧いたよ。そうなんですか。タイプ2ってモデル名はどこから来てるんでしょうね。ああ、これみたいよ。ハイブリッドパフォーマンス、セイオーディオの次世代 IEM のラインナップってことのようだね。いろいろなモデルの音を聞いていると、だんだん慣れて感動も薄れてくるけど、タイプ2は久しぶりに満足感たっぷりの聞き心地だった。まず低域、ダイナミックドライバー2機がアイソバリックデザインということなので、QE イヤーズカルテットと同じようなドライバー配置になっているのかなと思った。カルテットも低域に特徴があったけど、タイプ2もこの方式を使ってるようだね。聞いてすぐわかるレベルで低域が効いてる。この低域の出方は癖になるね。それとソニオン製の BA が2機。詳細は上の通りで、ウェブ記載の英文を訳したもの。なんか BA っぽくないというか、とってもナチュラルな印象だわ。この情報を見る前に波形測定して、他モデルと比較してみたときに、視覚的に感じたことと合致してた。後でまた触れるけど、比較した波形がこれで、それぞれこの辺りが他モデルに比べて滑らかに感じた。同梱品はケースとイヤピが2種6ペア、それとクロスが1枚。もちろんケーブルもね。4万を超える価格帯のモデルにしては付属品はあっさりしてるね。サイズ、重さは上の通りです。ステム部分が短めで本体がちょっとぽっちゃり系な感じだからか厚みがあるように見えますが、測ってみると案外普通です。リアフィンの突起はありますが、特に気になるほどでもないかな。フェイスプレートの加工は一点物の模様ですね。こういう加工の場合、エアフローは側面に来るようで、ここにあります。わずかに音が漏れているのがわかります。カラー設定は2色、どちらもちょっと落ち着いた渋みを感じます。そろそろ音質についてもっと知りたいね。そうね。じゃあまず、バンドルイヤピの波形比較ね。メモリーフォームタイプの方が、広域がちょっと伸びない感じだけど、大きな違いはないようね。むしろ、いつも測定してる波形との違いの方が大きいかな。中広域の違いが目立つね。5から8キロの違いが特に大きいのかな。あ、オレンジのファイナル E は、6キロ付近で減衰する特性がよく出てるね。そうね。タイプ2は低域が重たく、どのイヤピを選んでも、広域のピークがそんなに突出していないので、ダンチジム TAPB か、セドナイヤーフィットライトの感じがいいと思うの。そうだね。私は TAPB でいろいろ聞いてみたんで、ここからは TAPB を装着した波形をベースに進めるよ。これがタイプ2のシングル波形。中広域から広域にそんなに大きなピークがないので、低域が目立って見えるね。アイソバリックデザインの効果なんだろうと思う。低中域から中域の減衰は少なめ。中広域から広域にかけては大きな減衰も大きなピークもない代わりにずっと一定量出ていて、とても滑らかに見え、聞いた感じも一致。超広域はソニオンの BA-E25ST を搭載した効果のようだね。次は他モデルとの比較ね。基本同じドライバー構成のものを選んでみたけど、価格帯は1万円台。夢ウルトラはちょっとドライバー構成違うけど、価格帯が3万円台で近いんで比較してみたよ。これはさっきもちょっと表示してみたけど、タイプ2の4キロ過ぎから7キロあたりまで減衰せず、滑らかなところに特徴を感じたね。この中では QE イヤーズカルテットが似た傾向と言えなくもないかな。サウンドチェックはタイプ2を基準に音質調整し、この2モデルと比較してみたので聞いてみてください。ではどうぞ。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。実機ではこれに響き方の違いが足されるので、違いはもっと明確ですよね。そうだね。収録音では傾向の違いぐらいしかわからないと思うけど、まあそれが目的だからね。ハイプ2の実機を聞いた印象は、大きな空間の中に小さな空間が複数存在しているような感覚。低域がどっしりしているのに他の帯域をマスクせず、全体のバランスがとてもいい。各楽器の生々しさに聞き惚れる。必要以上に分離せず、音楽として聴くために程よさを熟知している感じ。ボーカルを含むメロディーラインはしっかり存在感があるのに、周りの構成音も低音を保ち、しっかり響くのでドライブ感がすごい。シンバルクラッシュ系はアンビエントマイクがちょっと離れたところにいる感じで程よい空間があり、前に出過ぎず痛くないが存在感はしっかり感じる。ハイハットにも刻み以外のライブ感のようなものを感じる。自分がハイハットを刻んでいたらこういう定位になるだろうというのがはっきりわかる。ハイハットに限らずドラム全体の位置関係が手に取るようにわかる。聴いていて疲れにくい傾向のサウンドで次々といろいろ聴きたくなる。楽器やっている人はこういうなり方好きなんじゃないかなと思う。モニターライクでもあり、リスニングにも適している印象。厚み、豊かさ、迫力、左右目いっぱいに使った定位、各楽器の粒立ちと程よい分離。痛くない広域など、全てがうまくいくとこうなるのかと思える。また一つ、手放せなくなるモデルが増えてしまったというのが、トータルの感想。人それぞれ出音の趣向は違うので、あまり熱く語るのもどうかと思うけど、今年聞いた中でお気に入りトップ3に入るのは間違いなさそう。高いのは伊達じゃないってこと？そうだね。自分にとっては高い部類のモデルだけど、店頭で視聴ができて、この質感が分かれば、あ、これなら高くないな、と思って買いたくなるわ。後でじっくり聞かせてもらいますけど、愛は久々にお高めモデルを買いたくなりましたよ。そうだね。こういうモデルを聞くと、やっぱイヤホン面白いな、って思うわ。ということで、少しでもハイプ2の特徴が伝われば幸いです。以上、セイオーディオハイプ2のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。